皆さんはこのダム建設で湖に沈んだ町をご存知でしょうか？こちらは夕張東高校の跡地です。夕張は札幌から東に約60キロ。1888年に石炭の大露頭が発見された後、本格的に採掘は始まりました。鹿島地区には2万人近くの人々が暮らすようになり、小学校、デパート、映画館、商店街が発展し、再興により栄えていきます。次第にエネルギー転換や海外の石炭、度重なる事故により閉山へと追い込まれます。閉山後は観光地への転身を図りますが、赤字経営が深刻となり、財政破綻となります。次第に人々が流出する中、このダムが建設されるにあたり、400名近くの人々がこの地を離れました。確かに、この鹿島地区には、ふるさとがあったのです。1950年代まで道路が未整備だった鹿島地区の住民にとって、大夕張鉄道は貴重な交通手段でした。大夕張鉄道の廃止後、南大夕張駅跡には三菱工業株式会社から夕張市に寄贈された大小6つの車両が残されていましたが、日本車両佐製那覇府1型客車が10年以上放置され、積雪の重みに耐えかね、横転しました。これを契機に保存を求める市民で三菱大夕張鉄道保存会を発足し、現代まで大切に保存され、2001年北海道遺産として認定されました。2007年には近代化産業遺産として認定されました。駅の位置関係を確認してみましょう。鹿島地区は丸のあたりです。位置関係を確認します。札幌市と夕張市です。夕張シューパロダムが奥に見えます。鹿島地区は丸のあたりです。当日は大夕張駅前の方に歩いていく道と、商店街の方へ歩いていく道と、鹿島東小学校の方に歩いていく道に分かれていました。当時の風景をよく知る方に会うことができました。これが日本通、はい、そしてここに角に郵便局、後ろになりますけど、そしてこれ下がっていくのが今のこの駅前通り、この境町の商店街のずっと並び、そこのカーブしてるあたりありますよね、はい、そこに三菱の購買会っていうか直営の売店、それがこのカーブのあたり、これがそうなんですね。こっち側に大夕張の生協、生協ってのは労働組合主体みたいな、昔もあったんですね。そうですね。これが鹿島ツールさんで、駅の構内作業、三菱の関連会社で、要は駅の構内作業とか、通運事業っていうような、トラックとかそういうような形でような感じで、これが昔の大夕張駅ですね。そしてこれが三菱大夕張工業所って書いてるけど、保安第一って書いて、保安塔ですね。兵庫島がそこに立ってた。そうなんですね。その隣に警察署と消防があったのかな。
昔から昔住んでた方住んでたっていうよりも、まあ私自体は南大夕張っていうところ、この下のところ出身で、まあ当時夕張本町に行くのと同時にこっちの方大夕張も結構賑やかだった、こっちの方に来たり、この上に神社あったんですけど、まあそこの駅の裏が小学校で、その近くのところに露店とか並んだから、そういうところに遊びに来たりありますよね。あ、そうなんですね。いや、探してたんですよ、昔の風景知ってらっしゃる方。あ、これ何枚か持ってらっしゃいますけど、これはこれが明石町、まあ、三菱の炭鉱住宅街の一番南ですよね。まあ戦後にできた炭住街ですよね、ここが。ああ、そうなんですね。その次が駅の順番で行けば、あ、いろんな種類持ってらっしゃる。千歳町、まあここに明石町と大夕張ってありますね。前後の駅名出てますけど、結構三角屋根のね、おしゃれな駅舎になってるから、ここは。ああ、大夕張、さっきの大夕張と、そうなんですね。これがそうですね。さっき明石町でしたから、大夕張、ここの大夕張の次が終点の大夕張丹山ですね。はい、大夕張丹山っていう駅、はい、墨の山ですね、石炭の炭に山。ここも夕張あれですよ、炭鉱で栄えてたから、結構にぎわってた駅ってことなんですか？にぎわってたっていうよりも、一番のこの大夕張の源泉ですよね、炭鉱があったところですね。ここで石炭積み込んで、そしてもう運んでらっしゃる。全体の図面ですよね。昭和33年ですけど、さっき言った大夕張丹山がここ。駅ですね。ここから運んでらっしゃったんですね。ここに炭鉱の施設ずっとあって、これが鶴山に行くラインですから。そしてここが大夕張駅前通り。なるほどなるほどなるほど。はい。そしてこっち側が境町商店街で、さっき三菱の購買会とかそういうものですね。ありましたね、さっきのやつですね。はい。これが鹿島小学校、鹿島東小学校、鹿島中学、夕張東高校はまだこの当時はできていない。東高校っていうのは昔向こうの方になんか公園ありますよね。あそこの公園があったところですね。なるほどなるほど。今現在地がというとここですね。なるほど。先ほどのそっちの方の見ているところはここ見えてるんですね。終点ここら辺ってことですよね。終点はこっち。なんか先ほどこっち止まってたんですよね、車で。ここら辺まで見れて、ここら辺でおそらく今日は通行止めかけて。そうですよね、そうですよね。そしたらここからだいたいここら辺までが見れるって話です。なるほど。ここも降りてきますね。今そこの後ろの降りていくところですね。ここに4階建ての代々木アパートっていうアパートが2棟あって、昭和会館っていう映画館が、ここにも大夕張駅大夕張駅を中心にここら辺が栄えていらっしゃるんですね。このイベントが開催できるのは、この時期にシューパルダムの水位が下がり、シューパルダムに沈んだ鹿島地区が姿を現すためです。この鹿島地区は昭和4年に操業を開始した三菱大夕張炭鉱の城下町として生まれました。大夕張炭鉱は有料な鉄鋼コークス用原料炭を産出し、港南院は一番方7時から
2番方15時から、3番方23時からと24時間体制で作業し、最盛期には年間90万トンの石炭を産出しました。鹿島地区は当初、道路が未整備で、昭和30年代後半までは、三菱石炭工業大夕張鉄道線が清水沢、夕張本町、札幌方面への唯一の交通手段でした。1970年に隣接する夕張市南部地区に新しい鉱山として三菱南大夕張炭鉱が操業を開始し、この炭鉱に生産を集中させる形で1973年に閉山しました。南大夕張炭鉱も海外からの低価格な原料炭輸入に抗しきれず、1990年に閉山しました。この時のガス爆発による事故の死者数は62人に上っています。夕張市は1943年に人口7万4千人より市政をスタートさせ、交渉人口では1960年に11万7千人ものピークを迎えます。この時、住民登録をしていない炭鉱労働者も多く、総人口は20万人を超えていたとの証言もあります。1951年頃から鹿島地区の整備に不満を持つ地元有志による運動が巻き起こりました。1953年に市議会本会議で否決、不採択となりました。その後、住民大会の開催、運動の継続を目指しましたが、支所の強化や消防署、警察署の設置などにより、この活動に終止符を打つことになりました。1990年までに夕張市内すべての炭鉱が閉山しました。その後、闇記載が発覚し、深刻な財政難となり、2007年3月6日をもって財政再建団体となり、13年目を迎えます。鹿島地区は三菱大夕張炭鉱の閉山以降、人口の減少が続き、2017年3月に完成したシューパロダムにより、鹿島地区及び白金地区の約400人の移転を最後に、湖底に沈むこととなったのです。
普段は見えない湖の底に確かにふるさとはありました。炭鉱で働く人や林業、農業があって、暮らしている方のたくさんの形跡があって、絵になりそうなぐらい綺麗なふるさとがそこにはあったんです。一つ一つがそこにいろんな人生があったんだと訴えかけているようでした。鹿島地区ではないですが、公開しているズリ山に登りました。この選別し終わった山のすべてが夕張の歴史なんだと心に訴えかけてきます。1年に1回だけの特別な日に、あなたも夕張に来てみませんか？